大阪府京都大学4年生谷崎優馬さんです。テーマは心の距離を示す言葉であるボランティアを超える可能性について、行動はメッセージという言葉を胸に。大阪府出身の谷崎優馬と申します。今回メモリースピーチでお話しさせていただきたいことは大きく分けて2つあります。1つ目、ボランティアに対する印象が変わった体験談。2つ目、関西から東北へ来ることの意味、大切さについてお話しさせていただきます。まず私の東北との出会いをお話しさせてください。私が初めて東北に来たのは2011年8月、気仙沼市にある水山養殖場というところを訪れたことが最初のきっかけでした。そこを経営されている畠山重敦さんという方が大学に年何度か講演に来られるのですが、その方が経営されている養殖場が被災したということで、大学の学生を集めて現地に手伝いに行くことがきっかけで、僕もそこのメンバーに加わっていました。確かに瓦礫は散乱し、いかだはすべて流され、小屋は壊滅的な被害を受けていましたが、半日、1日、2日と作業を続ける中で、微力ではありましたが、やりがいと達成感を感じる毎日であり、また来たいなと思えるような環境でした。しかし、震災から3年8ヶ月程度が過ぎた今、現地で求められていることは、そういったハード系のことだけではありません。初期の段階では、被災地の人々の生活を確保するということが大切でありました。しかし、少しずつではありますが、被災地の人々の生活の質を向上させること、皆さんはもしかして心のケアという言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、そうしたソフトの支援が求められるようになっているのが現実です。でも僕は特に関西から来ているという意味もありまして、そういう心のケアというものはボランティアなのかということはいつも疑問に思っていました。具体的に申しますと、一人一人に対する寄り添いということが大切になります。しかし他方で、そのお茶会をするなどしてどうしても交流というところが重視されますので、そういったところで楽しさが強調されてしまうという点、あと目標がはっきりしない、達成したという感じも、例えば小屋を片付けるやいかだを1個作るといったものに比べますとなかなか形に現れないところがありまして、そういったことを踏まえると、私たちがボランティア被災地支援といって、例えば関西で報告会などをするんですが、そこで声を大にして言っていいのかという疑問が常にありました。そうした疑問が2014年春まで実は続いていたんですが、現在気仙沼市の復興支援員をされている加藤拓馬さんという方がいらっしゃるのですが、その方とのお話を通じて考え方が180度と言っていいほど変わってしまいました。加藤拓馬さんは自身の海外ボランティアの体験を引き合いに出され、海外ボランティアというどこか意識の高いところに惹かれて参加したものの、実際は現地の人との交流が楽しくて、それを日本に帰った後報告などをするのがはばかられたとおっしゃっていました。ボランティアという言葉にどこかしら抵抗感があるという印象は僕以外にも持っているんだということを知りました。同じ思いを抱いているっていう人がいて、そういう意味で何かしら安心した記憶が今でも残っています。もう少しお話しさせてください。受け手や送り手の関係がある、対等なイメージがもうしても持てない。ボランティアという言葉を言っている段階では、その向き合っている人とどこかしら心の距離があるのではないかというふうに僕は今でも思っています。それゆえボランティアを超える関係性はないのか、そういう言葉を表すものはないのかということを日々考えています。その時やはり被災者の立場をしっかり踏まえることが大切だと思っています。被災者の方は短期的、中長期的、それぞれ目指すものが絶対にあるはずです。そうしたものを踏まえたとき、外部の支援者は何ができるのか、私は何ができるのか、そうした目指すものをより豊かなものにしていただくためにも、一緒に過ごすこと、
同じ方向を向いて過ごすこと、そうした一つ一つの何気ない積み重ねが大切なのではないのかと思っています。今後も東北に定期的に足を運ぶ中で、そうした視点を継続していきたいなと思っています。最後にもう一点重要な点をお話しさせてください。関西から東北に足を運ぶことの意味についてです。大きく分けて2点意味があると思っていまして、1点目、東北の魅力を再発見するお手伝いができるということ。2点目、東北の教訓を関西に持ち寄ることができること。1点目なんですが、実体験として2つ例を挙げさせていただきます。陸前高田市で農家さんの手伝いをしていたら、漁師さんが取れたてのわかめを持ってきて食べてくださいということを目撃しました。農家さんは、いつもよくあることなのかもしれませんが、受け取った後、最近取れた作物をお渡しして、ある意味物々交換のようなことをしていました。関西にいる私としては、やはりどうしてもスーパー、場合によっては直売所ということもありえるかもしれませんが、なかなかこういったことを見る機会はなくて、東北ならではのものだなと感じました。2つ目なんですが、気仙沼にある南町紫市場の近くにある亀の湯という銭湯に訪れた際に、最近カツオが取れたんだよと近くの漁師さんからもらったカツオを振る舞ってくださいました。銭湯料は400円ということで、関西でカツオを400円で食べることはほぼ不可能かもしれませんので、そういったことをしてくださることに東北の人の温かさを感じました。東北の人にとっては当たり前のことなのかもしれないんですが、外からの視点を通して東北の魅力である地域を支え、地域に支えられる関係、地域の資源を有効に活用して暮らしていくノウハウというものを再発見し、外部の方と共有することができると信じています。地元学でよくある言葉なんですが、ないものねだりをするのではなく、これからはあるもの探しをして復興にお役に立てればなと思っています。もう一点、関西にこうした経験は持ち寄って帰らなければなりません。関西でも今後巨大地震、災害、水害などがたくさん起こりますので、そうした時のためにも風化の防止、防災意識の強化は今後重要になる視点だと考えています。最後に僕が一番好きな言葉を一つだけ紹介させていただきます。それは、行動はメッセージという言葉です。特に東北との関わりにおきましては、どうしても外部のもの、よそ者ではありますが、共に被災者の方と語らい、向き合うことを通して、東北の魅力を発信していきたいと思っていますし、来年4月からは仙台で暮らすことになっていますので、そうした中でより現地の情報を関西に発信していきたいと思います。ありがとうございました。